ハサミで切れんのかな。お、すいません。はい、皆さんこんにちは。車の大自然格闘家シノピーです。今回はこちら、ようやく購入しました。ウンガーのスポットレスカーウォッシュシステムという商品で、純水器になります。純水器は前々から欲しかったんだけども、金額がね、これだけで2万円ぐらいするんですよ。で、これはね、もう比較的安い方なんだけども、手が出なかったけど、使ってみてくださいっていう声も多かったし、ちょっと思い切って購入しましたよと。なので今回は接続方法だったり、普通の水道水と純水器を使ったこの水だとどう違うのかとか、その辺をね見ていけたらいいかなと思っております。でその前にね、純水器って何ぞやっていうところあると思います。純水器って簡単に言うとろ過装置みたいなもので、水道水には不純物が結構含まれているんですよ。でそれが乾くと白っぽく水垢になってしまう。黒い車乗ってる方だったらあると思うんだけど、ちょっとあったかい日とかに洗車をして拭き上げたつもりが拭き上げきれてなかったところがもう乾いてもう白くポツ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 ってこうなってる時があると思うんですよね。あれが要はね、不純物が乾いた時にそこに残っちゃって固着した状態、それをね水垢とか言ったりするんだけども、ろ過してその不純物をなくして洗車の時につく水垢っていうのを減らせますよっていうのが純水器と呼ばれるものですね。僕もねちょっとね詳しくはないんだけども、簡単に言うと水染みが洗車時にできませんよっていうものなので、ちょっと実際に使ってどんな感じか見ていきたいなと思います。はい、そしたら実際にちょっと開けて中を見てみようと思います。クイックスタートガイドっていうのがあるね。日本語で書かれています。これはありがたい。こういう風につなげますよみたいな。あとマニュアル、これはありがたいね。で中身はホース、あとプラグ類、それとこれが多分ろ過するためのあれだと思うんだよ。中に入れるやつ、これね。であとはホースノズル、これはいらないかな。高木のやつ使います。であとこれが本体。よいしょ。意外にちっちゃい。結構でかいのかなと思ったらだいぶ小ぶりだね。30センチぐらい、高さでいうと。でこれが純水かどうか測定するやつだと思います。でどうやって使うの？まずホースを水道から入り口部分、ここだね、裏側にこのホースをつなげる。でこの反対側を水道につなげる。水道につなげたらホースをここにつなげるんだね。ってなるとこのアタッチメントみたいのが結構な数入っているので、これを駆使してつなげるということですね。大丈夫かな、怪しいけど。これはこれでこうつながって、一旦こうでしょ。口が足んないわ1個。この今使ってるホースっていうのがこうもう金具で無理やり止めてるみたいな感じなので、これじゃあねちょっとアタッチメント足りません。買いに行きますが。はい、そしたらプラグを追加で買ってきました。でこれを差し込めば OK でしょうということで作業を進めていきます。よしよし、よいしょ。でこれが OK、 大丈夫でした。ここに純水器を取り付けるんだった。これは外しちゃって、このホースをここにつなげると。であとはこの口をこっちのホースにつなげる。おいオスもないんだっけ。オスのプラグがないから、このオスでどうにかするしかないっぽいですね。出来上がり。はい、ちょっと緩かったかも。よいしょ。大丈夫そう。おい、そっち？次待って、ちょっと今水を出してみたら、ここから水漏れが発生いたしました。もう一回つけますよ。これもここから水漏れするならわかるんだけど、こっからね水漏れ
してたんだよね今。ちょっともう一回水出します。ほらここっていう、なんでこういうもん、勘弁してよ、勘弁して。こっちからは水出るようになったけど、出してる間は大丈夫だね。こう止まると出てくる。まあ意味わかんない。まあいっか、これは後でどうにかしよう。とりあえずつながりました。でこの普通の水道の元からホースをこう辿っていくと純水器に入って、ここでろ過されて普通のホースからこう出てくると、こういった感じです。で今ちょっとびちょびちょなんですよ。なんでびちょびちょなのかって言いますと、僕が悪いんだけど、これをね移動させようとしたらここにね負荷がかかって、ほら簡単に取れるのよ。これねマジ危険だから、ホームセンターでお酢を買ってきてお酢をつけた方がいいかもしれない。はい、結局ですね、先ほどプラグ購入してきたんですが、追加でまた買ってきました。なぜかっていう話をすると、この純正プラグがもう全然機能しないっつうか、水漏れするジョイントのやつね、こういうやつとかもつけたところでこれ水漏れしたり、ここはもう結構ガタガタなったりするので仕方ないから高木のやつを買ってきました。だからここら辺の改造は、リアルにちょっと必要かもしれません。でこれは高木の大きなネジ付き蛇口ニップル L ってやつですね。これもジャストサイズです。でこれだったらもう漏れる心配もなくなるのでこれにします。でこの下側も同じくこれに付け替える。サイズ違う？ちょっと待って、大丈夫だ、びっくりした。これも OK。 もともとついてたホース、これもう使えなくなっちゃうので、これもうちょん切ってちょうどいい長さにして買ってきたメスこうつくので、これに全部ちょっと取り替えちゃいます。そっちの方がね多分間違いない。はい、そしたら一応全部付け替えが終わりました。もともとついてたのがこれなんだけども、これを切って高木のメスをつけて、ここにもつく、でこっち側にもこうつく、であとこのホースもここにつくと。これでちょっと水出します。漏れてる。はい、結局取っ替えたのに漏れております。うっとうしいね。下側こっちも漏れております。これはねもうネジ山のところにシールを貼んないとダメだ。面倒。よし、これで漏れなくなるはず。よいしょ。大丈夫だ。今水全開にしてるが漏れないと。で水も出る。 OK だね。でとりあえずこんな感じで、さっきまでホースが長くてねごちゃごちゃしてたんですが、付け替えてとてもシンプルになりました。でここら辺の不安要素もなくなりました。水漏れもないと。ホースからも水が出ると。やっとです。やっと済みました。そしたら付属されていた TDS メーターという不純物がどれぐらい入ってるかっていうのを測るものがあるので、こちらを使って普通の水道水と純水器のその不純物の量の違いをちょっと今から見ていこうと思います。そしたらまず普通の水道水、ここから水を汲んで TSD メーターをオンにしてつける。5? そんなわけおかしいぞ。5って言ったらねめちゃめちゃ低いんですよ。普通の水道水はもう120、30出るはず。さっき1回やったんですよ試しに。124とかだったんですよ。ちょっと他の水でもやってきます。続いて純水器を通した水、これで試してみます。ちょっとホースの中に水が溜まっている可能性があるので長めに出してあげて、これで測ってみようか。これは0。なんかキャップに入れて測る方法もあるんだよね。それが正式なやつなのかな。5ってことはありえないんだよね多分。キャップに入れて、で蓋を閉めて5秒間。0だね。けど5そんな綺麗なはずないじゃん、ここの水が。5だ。これなんかおかしいね多分。で抜くと0。こ
れって壊れてんのかね。まあいいや、一旦これはまあ置いといて、まあ実際にその水染みが残るか残らないか、その水道水との比較をまあちょっとしてみようと思います。すいません。はい、そしたら実際にこちらのボンネットで検証をしていこうと思います。でまあどういう風にね検証しようかいろいろ考えたんですよ。純水器を通してホースでこうバーってかけるか、でもう片方なんか半分に分けて普通に水道水をホースでかけるとか考えたんだけども、ホースだと定まらないっていうか、せっかく分けてんのにその純水器の方に普通の水道水がいっちゃったりとか、そういうパターンがあるかなと思ったので、あるものを用意しました。噴霧器です。蓄圧式の噴霧器を用意したので、これにまあ純水器を通した水を入れてシューってこうかける。でもう半分は普通の水道水をシューってかける。こっちの方がねまあまあ正確にできると思うので、ちょっとこれを使ってやっていこうと思います。そしたらまあ純水器を通した水、これを噴霧器の中に入れていきます。まあこんなもんでいいか。入れました。そしたら蓋閉めて、出る。よし。じゃあ車の方に行きます。念のためマスキングテープを貼っておきました。その右側に純水器を通した水をかけていきます。こういった感じでね、ちょっと中央付近あんま攻めない感じで、この水滴がちょっとこう明らかに残るぐらい、ちょっと集合体恐怖症の人きついかもしれませんが、このように純水器を通した水をここにかけました。でもうボツボツなってますね。で反対側は普通の水道水でやるということです。ちょっと一旦捨てました水道水を入れてきます。 OK。 じゃあこれを吹きかけていきます。運転席側は水道水いきます。こんな感じですね。噴霧器でやって正解だったわ。扱いやすい。よし OK。そしたらまあこのまま放置します。はい、そしたら乾きました。どうでしょう、違い分かりますかね。同じように水をかけてどう変わったのかっていうところなんですけども、まず左側この辺鱗みたいな感じで水滴の跡が残っているのが分かるでしょうか。この辺とかもね結構残っております。でそれに比べて純水器に通した方はこうパッと見同じような水滴の跡がないように見えますが、実際のところは薄いけどある。はい、ひさしの下に来ました。これが普通の水道水ですね。こっちの方が分かりやすいね。だいぶ真っ白です。で、右に行くとかけてない部分はこの水滴の跡がありません。で純水器を通した方に行くとあるじゃんっていうね。ってちょっとびっくりしちゃいました。ほら、もちろんねこっちと比べると薄くはなってますよ、間違いなく。もう一個一個のね濃さっていうのがすごいんですよ。こっち側は比べると違うんだけども、あるねっていう話です。吹き上げ不要じゃねえじゃねえかとちょっと思っちゃいました。やっぱり純水器の中でも安い方だから性能がどうなんだろうね。シミはつきますよっていう人がいれば教えてください。今日は結果としては水滴の跡はね若干なりはついておりますと。 TDS メーターがもう壊れてるから数値測れないからよくわからないことになっちゃってるんだけども、もう一回だけやっておきます。まずは普通の水道水ね。こんな感じでいいかな。そしたら純水器を通した水を入れてきました。で一応中もねしつこめに洗って、ホースの方もその純水器通した水でちょっと洗い流してみたいなことを一応やっておきました。こんな感じでいいかね。このまま待っておきます。納得いかないっていうのは正直なところっていうか、2万円出して買ったわけだし、なんでだろう。この噴霧器は新品の状態のものを最初使ってるので、もともとこの新品の状態で汚れてたってなるとちょっと話は別かもしれないけど、どうなのっていう、間違いなくね普通の水道水よりは水垢っていうのは目立たなくはなっていたんだけど、あんなもんなのかっていうところ、最後ちょっともう一回だけお付き合いください。で一応こっちにも
軽く霧みたいな感じでかけておきました。やっぱりこういうちっちゃい水滴の方がさ、不純物の数っていうのかよくわかんないんだけど、それは少ないとは思うんだよね。だから一応こっちは霧みたいにしてどうなのかっていうところですね。とりあえず待ちましょう。はい、そしたら完全に乾きました。こう見るとやっぱり水道水、純水器を通さない方がこの水垢っていうのは目立っています。でこの距離だとこっち側もう全然水垢っていうかその白い鱗みたいのがないように見えると思うんですが、やっぱりね若干はついちゃってます。でこっち霧状でかけたところ、ここの方がより少ないけど、やっぱりこの水滴の跡が小さかったからっていうだけで若干ねポツポツポツとはあります。これが水道水ですね。こっちが純水、こうないように見えるんだけど、この上の方ね若干あったりしますけど、めちゃめちゃ少ないですね。で霧状の純水器、こっちの方がさらに少ないんだけど、やっぱりねポツポツは若干はありますね。僕がね見る感じ、やっぱりこの純水器を通した方が少ないし、ついてるところもね結構ね軽微な水垢に見えるんですよ。なので一回湿らしたクロスでちょっと拭いてみようと思います。ちなみにねこれは純水器を通した水で湿らせております。これでどうかっていうところだね。どこもちょっと目立たなくなったとは思うんだけど、難しいねこれ。これが普通の水道水ですね。この縁ですね、だいぶは薄くなったんだけど、拭いたことによってね。けどこの縁がやっぱりね濃い。それに比べて純水器を通した方はうっすらあるかなっていうぐらい、確認できるのは1個ぐらいだな、ここに。でこっちほぼないね。肉眼で見てもほぼ確認できず、なんか効果はあるっていうことですよ。一応メッキパーツでも試しておきます。まずさっき入れっぱなしの純水ですね。これをマスキングから右側をかけて、メッキパーツはね結構その水垢が目立つから分かりやすいかもしれない。はい、そしたら続いて水道水いきます。 OK。 そしたらこのメッキパーツも放置します。はい、そしたらメッキパーツ乾いてきたので見ていきます。カップ気味で普通の水道水の方ね白っぽくなってます。不純物がこの下の方とかね白く固まっちゃっています。で純水器通した方をちょっと一回見ていきます。ここから先綺麗だね。上の方も綺麗ですね。純水器の方ももうゼロってわけではない。この辺とか若干あるんだけども、やっぱり普通の水道水と比べれば全然違うことが分かります。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はフンガーの純水器、ちょっと調べてみたらコストコに売ってるやつと同じタイプみたいですね。比較的安い純水器、高いものだとね10万とかしたりするんだけど、これは2万円で買える純水器。これを実際に使って水染みはどうなのかっていうのを検証してみました。まずね言っておきたいのは、こちらをね購入される場合必ず口ねホースも付属でついてくるんだけども、この辺も全部取っ替えた方がいいです。これはね必須。それぐらい水漏れを起こします。これ僕全部高木のやつなんだけども、これで1個500円ぐらいかな。付属されてるやつだとジョイントしないといけなかったりするんだよね。それが弱くてちょっと動かした時にもうバシンって取れちゃう。でも水浸しってなることがあるので、ここら辺はねもう意識変えた方がいいです。であとは僕個人的には初めて使ったんですよ、その純水器というものをね。で純水器っていうのは吹き上げをしなくても水の染みが一切できないと思ってたんですよ。けどそんなことはなかったです。もちろんその水道水に比べれば軽減されるし、ちょっと拭けばねもう落ちる程度のビビたる水染みなんだけども、つくはつきます。 100% つきませんではありません。ちょっとでもねほんとつくから、そこはね頭に入れておいた方がいいと思います。もちろんね2万円という価格帯の純水器なので、そういうことが起きちゃってる可能性もあるし、例えばこれをね2個連結してやればその不純物の量っていうのは少なくなるのかもしれないし、
そこら辺はねちょっといろいろやってみないとわからないんだけども、この TDS メーター、不純物がどれぐらい入っているか伝導率で測定するやつなんだけども、これがね壊れちゃったって言えばいいのかな。1回目2回目まではね動いてました。しっかりね普通の水道水は120前後の数値が出てて、純水器は0、しっかり機能してるなって思ったんだけども、今やどう頑張っても6までしかいかないっていう、水道水でねそんなわけあるかっていう。だから今回検証した時に数値を測れなかったっていうのもあるので、ちょっとね何とも言えないところ。なんならシミになってたじゃないですか。ああなってるっていうことは確実にゼロではないんですよ。だからもう少しね性能のいい TDS メーターを買って検証してみるっていうのもありなのかな。あと他の純水器もちょっと気になってくるかな。だから購入される方、吹き上げ不要だと思わない方がいいですよ。それでも普通の水道水よりは全然いいので、それを含めて買うか買わないかで、一応言っとかないといけないのが使用回数みたいのがあって、永久に使えるものではないです。フィルターがこの中入ってて、これ買うと2個ついてくるのかな。この中に1個入っててもう1個ついてくる。でこれ1個で約11回の洗車ができますよ。で2個ついてるので22回できますよ。だから僕みたいに頻繁に使うってなると結構ねお金がかかっちゃう。このフィルターもこの2個使い終わって新たに買うってなった時に、コストコのやつは2個セットでフィルターだけで8000円とかそれぐらいしたので、だから経済的な問題もあるのでちょっといろいろ考えてどうするか。僕は今後もちょっとこれをね使いつつ、新しいこの TDS メーターを買っていろんな検証をね今後も続けていきたいなと思うので、皆さんなんか気になることがあればコメント欄に入れといていただけたら嬉しいなと思います。はい、長くなりましたが以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。